皆さんお元気ですか？関野義治です。グレージャーニーをもう一度第7回目です。今回は南極グリーンランドに次いで、大きなパタゴニア南部氷床を歩いて縦断します。私にとっても初めてのチャレンジです。一緒に見ていきましょう。さあ、いよいよ氷河の取り付き火に向かって進んでいきます。で、今回のメンバーは6人、ペルー人のクライマーが2人から撮影スタッフがカメラマンディレクターで2人から私と橋本正夫さん、日本からクライマーとしてサポートにやってきました。風速40メートル、この風は台風と同じ規模なのでもうほとんど動けない、特にスキーを持ってるんで風のないところに逃げないといけないです。こうなるともう前には進めませんね。どっか風を避けられるとこを探さないといけないんですけども、やっと見つかりました。しばらく待機です。風が収まった時になるべく稼がないといけません。向こうに氷河が見えてきましたね。これがウプサラ氷河なんですけども、上流に向かっていくと、南部氷床があります。で、1日かけて偵察をします。どのようなコースをたどるかですね。まず基本的にはクレバスがあるので、それが渡れるクレバスなのか迂回しなきゃいけないクレバスなのか、一番いやらしいのは秘伝クレバスといって雪で覆われてしまって行けると思ったら踏み外すと、落っこってしまう。そういういろんな氷河に気をつけながら、偵察をしてミーティングをします。割れてるの空荷で行く時はさ、どんどん飛んでったりしたけども、なんかこうやってさ割れ目を避けてちょっと迂回するけどもソリでなるべく進むようにして、とにかく少しずつでも進んでいくという、気持ちもいいですね。これがフィンランド製のソリですけども、特徴はハーネスがついて紐1本だと回転しちゃうんですね。それにカバーがついてるってことですね。で、パッキングがしやすい。で、最初の頃はスキーなどは使えません。こうやって登山口にアイゼンをつけて、ピッケルを使って移動していきます。2人で1台のソリをコントロールして登っていきます。結構斜面急なので、1台のソリはだいたいソリが20キロ、荷物が60キロ、だいたい80キロぐらいです。雪が降ってきて、視界はそれほどじゃないんですけど、横殴りの雪なので目に入ってくるんですね。それに風がビシビシと吹いてくるので、膝に今度は3人で1台、そして最後には全員で、特に下りは下手するとどんどん押されていってしまってクレバスに落っこって、それから場合によっては荷物だけそれだけ落っこっていっちゃうってこともあるので、非常に慎重に進まなきゃいけません。この黄色いソリはプンタレナスで急遽特注で作ってもらいました。で、底が真っ平らなんですね。で、摩擦がかかってなかなか重たいんですね。なおかつカバーがないのでビニール袋かぶせてパッキングしてました。第1日目、かなり進んだように思ったんですけども、多分ジグザグを繰り返したんで GPS で調べてみたら 3.26 キロ、ちょっとがっかりしましたね。2日目ですけども、やっぱり氷河を避けながら、クレバスを避けながらジグザグに進みます。やっと平坦なとこ来たんですけどね、まだこれ氷床の入り口ですね。
一休みする時はテルモスに入れてたお茶を飲みます。疲れてるので少し余計に砂糖を入れてますね。アテントナショナル東京。飛行機がもう出るか。Estamos todo bien, cambio. OK, entendido. 大丈夫。おはようございます。さよなら。どうもありがとうございました。さよなら。さよなら。まさか日本語が聞こえるとは思わなかったんですけども、それも粋な日本語なんで大丈夫って、そういう反応に少しみんなが和んで元気づけられますね。実は、この後生死に関わるような大きな事件が起こりましたが、今回は、ここまでです。今回登山とほぼ同じ装備なんですけども、唯一違うのはソリなんですね。でそのソリを6台用意していきました。6人で6台ですね。それから食料、燃料、その他もろもろの装備を選んでいくんですけども、それはとにかく軽量化を努めました。重ければ重たいほど、推進力に妨害になりますから、特に例えば米ですね。これは、フリーズンドライのご飯、それから野菜もフリーズンドライの野菜、肉もフリーズンドライの肉、あとは雪の中でテントあるんですね。だからペグという釘ですね、地面に打つ。地面だったらこんな短いペグでいいんですけども、雪の中をうずめるんでスカッと入るので、結局60センチから長いものを使いました。どういうものを移動中食べてたかというと、朝はまずコーヒーか紅茶ですね。それから、ラーメンですけども、傘を少なくするために棒ラーメンを使いました。それを食べて、テントを撤収して、歩き始めます。で昼間ですね、火使うのは大変なので、行動食、チョコレートとかナッツとか、あるいはドライフルーツとか、そういうものを使いました。で夜はじっくりと、普通は時間があるので、米を使いますね。それから、カレーライスとか、あるいはビーフシチューとか、あるいはステーキを食べる時もあるし、そういういろんなおかずがあるので、フリーズンドライで、夜がバラエティーのある食事をとることができました。やっぱり僕たちにとって珍しかったのはやっぱりステーキですよね。まさかステーキをこの少々の上で食べられると思わなかったんでね。ただ納豆がちょっとちょっとがっかりしたのは、やっぱり水にちゃんと戻して食べればいいんですけども、実は水が大変なんですよ。少々の上水ないんですよ。だから水を作んなきゃいけないんですね。それをかなり燃料使っちゃうんですね。だから納豆を食べる時に粉のままというか、そのまま食べてたらもう口の中ボソボソになってて納豆特有のネバネバしたほのかな匂いのする、そういうものではなくて、口の中がボソボソになる、なんか水分を全部納豆が持っていくような感じだったので、ちょっと向かないなっていう感じでしたね。スキーがもうちょっとあったらよかった。風よけなんですよ。要するにテントでもろに風よけたらダメなので、スキーを立てるんですよ。だからもっとスキーがあれば風よけできたんで、そのために何やったかっつったら、イグルって聞いたことないですか。エスキモーの氷で作る家があるんですね。それと同じようなものを、雪のブロックですね、それを積んでいくんですよ。それで風をよけるとかね。いろいろ考えてるんですよ。だからさっき
氷床と氷河の違いって言ったんですけども、我々はどっかで例えば想定外のことが起こる、食料が足んなくなる、あるいは燃料が足りなくなるっていった時に退路ですね、後ろに退却するってこともあるんですけども、実はエスケープルートってなんですよ、逃げ道。それが実は氷床から出てる氷河なんですよ。どの氷河で逃げるかっていう。でそれも全部計算してました。ここで何かあったらここに逃げようか。でも問題なのはそこ誰も行ったことないとこなんですよ。だから行ったからといって生還できるとは限らないんですけどね。かなり綿密にシミュレーションを立てていくんですけども、それはあくまでも脚本なんですね。その通りにはいかないので、最終的には自分たちで脚色をしていくんですね。行かざるを得ない。それが面白くもあるんですけどね。いかがでしたか。今回はここまでです。これからも旅が続きます。一緒に旅をしていきましょう。